どうもベルです。今回はグランドマフィアの、気まぐれコラムということで、資源特化サブについてお伝えしていこうかなと思います。早速、お伝えしていきたいんですけども、その前に、今回の動画は、前回の、資源の効率の良い集め方についての動画の続編となっておりまして、この動画をご視聴いただく前に、前回の動画をご覧いただいた方が、参考になると思いますので、まだご覧いただいてない方は、概要欄にリンク貼ってますので、合わせてご視聴いただけると嬉しいなと思います。あと今回はちょっと動画の構成の都合上、私の資源特化のサブより、お送りしています。では気を取り直して、早速やっていきたいんですけども、今回は、資源特化サブということで、一切戦闘することを考えていないサブです。サブアカって、普通にメインのように育成していって、将来的には、戦うことを目的としているサブアカと、資源を完全に特化させたサブ。この2パターンあるのかなと思ってます。一応その中間的な、あの、戦闘は将来的にもしないけど、ちょっと育ててるよみたいなのもあると思うんですけど、捕虜要員ではない限り、正直、かなりもったいないです。もちろん、ゲームの楽しみ方としては、全然ありだと思うんですけど、同じ時間で資源特化サブ何個も作れて運用していくことができるので、なので、メインのように、育成していって、戦闘ができるサブを目指していくか、資源特化のサブ。このどちらかを決めて育成していくのがおすすめかなと思います。ただ、戦闘もできるサブって、今兵隊ランクが実装されてしまったので、どうしても兵隊ランク上げていかなきゃいけないので、正直かなり厳しくなってきてます。ただ、資源特化サブって、ほんと課金は全く必要なくて、一応作り立ての時に、120円課金すると、作り立てで、モチベ高い時に育成できるから、課金してもいいよね、くらいの、レベルです。で、そしてこの資源特化サブなんですけど、多分皆さんが思っている以上に育成ってかなり簡単です。資源生産につながる、やるべきものだけをやる。そうすることでかなり簡単に育成していくことが可能です。で、私の今のこの資源サブだと、弾薬が、毎時間、3.5M 弱。で、ダイヤが、550K ほど。常に生産できてて、あとはビーナススキルでも、たまに、資源取れるので、かなり、資源を回収することができてます。一応これでも英雄の生産バフが、ちょっとまだ上がりきってないので、一応発展途上の段階ではあるんですけど、この生産バフ持ちの、キャプテンですね。これがマックスになれば、弾薬がだいたい1時間で 4M くらいは、生産できるようになります。では、育成方法について、お伝えしていきたいんですけど、まずはアカウント作りたての状態ですね。そこからは、まず、別荘25を目指しましょう。で、この別荘25までについては、盤面中上げるとかではなくて、とにかく、別荘上げを最優先で考えていきましょう。で、その時に、並行してやっていただきたいことが何個かありまして、まずは英雄ですね。自然回復していく分のスタミナで、まずは、ダイヤ生産バフの、ロックを集めていきましょう。建設バフだったり、夜叉とか、普通にメイン育成するんだったらそっち優先するべきなんですけど、資源生産サブにそんなものは必要ないので。で、英雄で使っていくのって、ロックと、あとは特化させる資源の生産バフ持ちの英雄。弾薬特化の方は、リベンジャーとキャプテン。物質特化の方は、エンペラーとギガント。合金特化の方は、ポイズンとハニー。基本的なロックプラス、特化させる別の、資源生産バフ持ち英雄。合計で、3人以外は、もう育成する必要は本当にないので、
ただ、最終的に、ダイヤの方が、生産体制って早く整えがちなので、ダイヤの方が足りない方は多いと思います、多いとも思いますんで、ダイヤバフの、ロックを最初にやっていくのがおすすめかなと思います。で、あとは、ヴィーナスですね。まず、イスカニアが、ダイヤ生産バフ持ってますので、イスカニアの好感度、最優先で上げていく必要がある以上、イスカニアの好感度がマックスになるまでは、毎日ヴィーナスゲームを、イスカニアでやりましょう。ちょっとヴィーナスの登場シーンがね、めっちゃ長くなっちゃってたんですけど、イスカニアって、好感度2000でマックスになるんで、そこまで、大変ではないかな。毎日ヴィーナスゲームコツコツやっていけば、全然上がっていくかなと思います。で、イスカニアがマックスになったら、すいません、モーションオフにして、オリビアですね。オリビアの生産ブースト、レベル上げていくために、オリビアの好感度上げ。もしくは、正直レベル4まで来たら、ビーナステートで結構上がっていくので、あの、ジョアンナですね。もちろん代役特化のサブだったら入れないんですけど、合金特化か、物質とかだったら、ジョアンナ上げていくのもいいんじゃないかなと思います。で、あとは、組織ギフトの受け取りですね。で、これサブ組織に置くか、メインと同じ組織に置かせてもらうか。ここって結構難しいところだと思うんですけど、とりあえず、組織のメンバー枠が空いてるのであれば、育成中は置かせてもらうのが、いいんじゃないかなと思ってます。結局、その置かせてもらってる枠分以上に、メインで頑張れば誰も文句ないと思うので、これはあくまで、僕の試験になっちゃうんですけど、なっちゃうのであれなんですけど、一応そこについては、組織の方針とかあると思いますんで、そこは、所属している組織にご相談いただければと思います。ただ、ぶっちゃけ加速なんかは、組織ギフト頼りの部分がかなりあって、メイン組織にいるか、ほんとサブ組織にいるかで、ほんと育成速度も全然違いますし、1日に、インするのに必要な時間も、メイン組織だと、加速とかって、そう組織ギフトから調達できる都合上、前にそんなに頑張んなくてよくなるので、個人的には、メイン組織に、育成中だけでも加入させてもらうのがいいんじゃないかなと思ってます。で、以上の、建設と、スタミ、ビーナスと、スタミナ消化と、組織ギフト受け取り。で、この4つが、毎日すべきことで、あとは、1週間に1回くらい、ちょっと暇な時にやっていくべきこともあるので、そちらもお伝えしていこうかなと思うんですけど、まずは、装備を作っていきましょう。ただ、作る装備は、アーキテクトとインベスターのみで OK です。装備ボックス交換券あると思うんですけど、これ全部アーキテクトで OK です。あと、これですね。あと組織コインなんですけど、それも、すべてファミリーボックスにしていきましょう。こちらですね。で、これなぜかというと、戦闘装備作っても、資源特化サブってもの使わないので、で、資源特化サブに必要なものって生産バフなんですよ。じゃあその生産バフ、じゃあ何で上がるのっていう風になった時に、上がるのってアーキテクトのジャケットとサブ武器でダイヤ生産バフと、あと、サクセサーリング上がるんですけど、あれって、課金限定のやつなので、で、そうなると、上げられるのって実質的にアーキテクトしかなくて、一応あれですね、ゴッドファーザーの、シューズでも上がるんですけど、レベル60にならないといけない上に、明らかにかかるダイヤとか考えると全然割に合わなくなっちゃうので、本当に、アーキテクトだけで OK です。で、サブ武器はエラー素材必要ないんですけど、ジャケットは一応必要になっちゃうので、アーキテクトの箱を優先して開けていくのがいいんじゃないかなと思ってます。あとインベスター装備も、多少は投資するので、ファミリーボックスからの副産物で上げていただくのがいいんじゃないかなと思います。
あとはスキルですね。別荘タスク受け取って、リーダーレベル上げて、スキル振っていきましょう。で、振ってくスキルなんですけど、まずは、建設速度と、投資スピード。で、今、僕は建設速度いらなくなったので、振ってはないんですけど、育成中は最優先で振っていきましょう。で、その後は、ダイヤ生産バフのレベル3を最優先。で、その後はダイヤ生産バフのレベル2とレベル1取っていくか、レベル3の特化させている資源の生産バフ。これを取りましょう。で、最後に、特化させている資源の生産バフのレベル2と1ですね。そちらを上げていくのがいいんじゃないかなと思います。で、あとは、VIP 上げですね。ギフトがたくさん落ちる組織とかだと、一括開封ないと、本当めちゃめちゃ大変なので、個人的には、VIP12 まではゴールドも使ってあげてっちゃっていいのかなと思ってます。で、これ以外については、もう特に何もしません。投資もぶっちゃけ、経済の、建設速度アップ。これ以外は、ベストレベル20、4以下の時点だとやんなくて全然 OK です。で、もちろん、該当覇者買ったり、実行ポイント使ったり、イベントやったり、いろいろやろうと思えばもちろんいくらでもできるんですけど、作りたての赤って、イベント報酬そんなに獲得できないので、正直やってもやんなくても全然変わんなくて。だったら、それをやる時間で、じゃあもう一つ資源特化サブ作った方が全然いいので。一応強いて言うなら、この資源生産施設を置くところって、最初は開放されてなくて、NPC 倒して場所開放しなきゃいけないじゃないですか。なので、兵隊作ってもいいんですけど、その兵隊も略奪出さないので、たくさん作る意味って本当にないんですよ。もうご覧の通り、むしろえっと、維持費かかっちゃうんで、サラリーかかっちゃうんで、僕兵隊もほぼいないんですよね。ほんと10万ぐらい全然いってもいいんですけど、一応ね、全然買わないんでね。全然ただ、本当に新しく作っていく意味は本当に全然ないので、一応投資で、T に開放して、別荘が25になる前に、訓練加速もなんやかんや10日分くらいは溜まってると思うので、ヘルイベとかでね、結構溜まると思うので、で、それ使って、じゃあ兵士作って、もう NPC 撃破。本当資源特化サブの兵士ってもうそれだけの役目なので。で、あとはこの建設とかって、最初結構かかる時間って短いじゃないですか。なので、もう極論言っちゃうと、サブ作ってから2週間か1ヶ月は、チュートリアル終わらせた後は、メイン組織に加入させてもらって、建設も何もせず、毎日1回だけログインして、ひたすら組織ギフトの受け取りと、スタミナ消化をする。で、それだけやって、時間あるときに、一気にはベストレベル、17くらいまで上げて、で、またちょっとお休みして、あの、ギフト受け取って、また暇な時にレベル20くらいまで上げて、で、そこからは、一つ一つの建設のかかる時間長くなってくるので、じゃあ朝と夜に、インして、じゃあ建設開始して、じゃあヘルプボタンを押してもらって、じゃあ加速、朝着工したのを、じゃあ夜加速して、で、また夜着工したのを、じゃあ朝加速してみたいな感じで、進めていく。そういうやり方も、ぶっちゃけありです。もちろん真面目に育成するよりかは、育成終わるまでの期間っていうのは、もちろん長くはなっちゃうんですけど、実際にプレイしてる時間的には、もうかなり短くすることができるので、複数アカウントをじゃあ並行して育成していってたり、最近忙しいという時にはね、本当に負担にならずに、育成することが可能になります。で、別荘25になった後なんですけども、ダイヤ加工所、ひたすら立てまくって、レベル上げていきましょう。
で、その後は、特化させる資源の、生産施設。で、これも立てまくって、レベル25目指していきましょう。ただ、特化させない資源の生産施設は、複数ある必要性はないので。で、あと、加速とゴールドについては、この資源生産施設上げに、もう全部突っ込みましょう。で、ここはもちろんね、すごい大変なんですけど、ダイヤ加工所って戦力上がりやすいんですよ。なので、ヘルイベと合わせてやっていくのが非常におすすめです。もちろん、別荘25の時点だと、英雄上げとビーナス上げも終わってないと思いますので、そちらも並行してやっていくのがいいんじゃないかなと思います。で、あとは、投資についてなんですけども、やるべき投資ってめちゃめちゃ限られてます。まずは経済。私この中、リーダーレベル上げのために、やっちゃってるんですけど、資源特化だけを考えるのであれば、特化させてる資源の生産バフ。それだけで OK です。建設速度もね、上げてもいいんですけど、ほんと特化させてない資源の生産バフとか、上げる価値ないので。で、あとは、単位とかビギナーの該当覇者も、これは一応リーダーレベル上げのためにやってるだけで、実際にはこれ、本当に上げなくて OK です。単位はその NPC 倒すために、T2 ぐらいまで解放するのは全然いいと思うんですけど、ただほんと T3 以降とか、この中途半端レベル6とか7にする意味って全くないので。で、逆に上げなきゃいけないのは、ビーナスですね。で、これも本当上げていきましょう。ただ、無理に上げる必要性っていうのはなくて、デート回数アップと、生産ブースト強化。この、あとバラのチップですね。この3つが本当に重要で、他はぶっちゃけそんな重要じゃないです。特に、デート回数により、下にあるエネルギー補充とかスピード略奪って上げなくても OK です。一応デート回数には、なるべく解放した方がいいものではあるんですけど、僕は、この赤まだ結局、解放するのめんどくさいやってなっちゃって解放してないですね。ただ、多分今が、今1から育成するんだったら、解放します。で、あとは、市長選単位で、輸送税率下げていけたり、輸送容量を上げたり、あとは、資源容量って、例えば別荘とか、別荘のダイヤ容量ですね。それって、容量がマックスになっちゃったら、資源生産止まっちゃうので、これ上げていくのもね、いいんじゃないかなと思ってます。ただ、無理してあげなくて OK です。であとはちょっと建設のところで言い忘れちゃったんですけども、デパートも一応上げていきましょう。これ上げていくことで、上げないと、タレントで、タレントポイントが足りないので、足りないというかめちゃめちゃ必要になるので、ダイヤ生産バフとか上げていけないんですよ。なので、基本的にはタレントポイントを集めるためにデパート上げていくのがね、いいんじゃないかなと思ってます。で、以上が、資源特化サブでやるべきことのすべてです。で、結構ね、話してることとしては、多かったと思うんですけど、でもこれ、メインと比べたら、全然じゃないですか。デイリータスクとか、実行ポイント消化とか、該当覇者とか、略奪とか、いろんなイベントとか。それって一切しなくて OK です。毎日やるべきことは、建設と、ヴィーナスと、スタミナ消化と、組織ギフトの受け取り。この4つのみで、あなたは暇な時に装備作っておこうとか、スキル振っておこうとか。もうそれだけで OK です。そう考えると結構楽じゃないですか。で、本当完成しちゃえば、もう輸送するだけで済むので、やる価値っていうのは本当に全然あるのかなと思ってます。また一応一つ注意点がありまして、同じシティに同じアカウントのゲームデータを、作成することができませんので、新たなサブアカウントを作成する場合は、このリーダーの画面から、右下の詳細設定、をしていただいて、左上にあるアカウント
押していただくと、ニューゲームできますので、そちらから、今のアカウントがしっかり外部のアカウントと紐づいたことをしっかり確認していただいて、ニューゲームをしていただくと、新しいアカウントを作成できますので、そちらを、メインとは違う外部アカウント。基本はGoogle ですね。Google って複数アカウントの、大丈夫で、アカウントも作りやすいので、そちらと連携していただいて、メインに戻る際は、アカウント切り替えより、アカウントを切り替えることが可能です。たまに、アカウントの右隣にあるデータ管理より同じアカウントで新しいゲームデータを作成されてしまう方がいるので、そこだけはね、ご注意いただければと思います。はい。ということで、今回は資源特化サブについて、いろいろとお伝えしていったんですけども、やらなくてもいいことをやらずに、本当にやるべきことだけをやっていけば、資源特化サブってかなり簡単に作ることができます。で、最終的には、1赤で、じゃあ毎日ダイヤがもう数分の輸送だけで、10M から 15M 手に入って、普通の資源もね、もう何十 M と手に入るので、やる価値はね、十二分にあるのかなと思います。はい。では今回の動画はこの辺りで、締めたいなと思います。参考になりましたら、ぜひチャンネル登録していただけるとめちゃめちゃ嬉しいので、ぜひよろしくお願いいたしますというところで、バイバーイ。